なりほー、キャラ声で。戦国時代からこんにちは。裏娘の M ちゃんやで。視聴者の皆様、M ちゃん。俳優の朝姫がついにコミカライズしました。アニメとは内容が異なるスピンオフ作品として漫画の連載が始まったんですよ。おー、キャラ子もう読んだ？どうやった？面白かった？発売日になった瞬間 Kindle で買って読んだんやけど、今回は漫画になった俳優の朝姫がどんなものだったのか、あらすじ&感想レビュー的な感じでお伝えしていこうと思います。 M ちゃんはまだ読んでないん？読んでない。ネタバレもせんといてほしい。じゃあ今からサンデースーパー11月号を貸すので読んどいてください。その間キャラコンは視聴者ちゃんとワイワイやっときます。さっき Kindle 電子書籍で読んだって言ってなかった？サンデースーパー本誌ももちろん買いに行ってきたんだよ。こんな可愛い表紙買うでしょ。くれぐれも折り目つけんように気をつけてね、 M ちゃん。じゃあ電子書籍の方で読ませて。とっくりやしたくなる。絶対やめて。ほな読んでみるわ。今度から M ちゃんに本貸すのやめよ。ということで今回の動画には俳優の朝姫コミカライズ版に関する話や個人的な感想が含まれます。コミカライズ版俳優の朝姫が掲載されたサンデースーパー11月号についてはこの動画の概要欄に URL 記載しておくので確認してみてくださいね。ネタバレが苦手な方はこちらでブラウザバックをお願いします。それではレッツやしゃこう。コミカライズ版俳優の朝姫について何の話やねんって思ってる方にちょっとだけ説明をしておきます。犬夜叉の続編としてテレビアニメ俳優の朝姫が2020年に放送され、2021年には2の書2期が放送されるんですが、高橋留美子先生が夜叉姫の原作を書いてるのではなく、あくまでもアニメオリジナルで夜叉姫は作られて放送されていました。そのアニメ放送開始前からゴーストスイーパー三上や絶対カレンチルドレンの作者椎名隆先生がコミカライズやんないの？誰も書く人いないんならわし絶チルの後書くよということを担当編集さんに冗談交じりで言ってたところ、その担当編集さんが高橋先生とサンライズさんに企画を持っていって本当に連載することになったっていうちょっとした裏話があり、コミカライズは椎名先生が描くことになりました。高橋先生も椎名先生の夜叉姫を楽しみにしてて、高橋先生とも打ち合わせしながら作っていってるようです。ってことでですね、椎名先生の俳優の夜叉姫実際読んでみてどんな感じだったのか少しだけ画像を引用させてもらいながらお伝えしていきます。このコミカライズ版は俳優の夜叉姫でもスピンオフ作品ということでアニメとは内容が異なり、副題も戦国おとぎ草子ではなくて遺伝絵本草子になってます。始まりはカラーで犬夜叉、かごめ、殺生丸、見開きでとは刹那、諸刃の3人がね、かっこよく可愛く描かれてました。タイトルロゴやキャラクターたちの配色など原作犬夜叉に忠実な感じにされていて、まさに現代版犬夜叉といった雰囲気でした。椎名先生が流行りの作風を取り入れて描かれてるんで、今時の漫画っぽくもあり、犬夜叉愛を忘れてない、こんなん見たかったんだよといった感想が脳裏をよぎりました。そして物語は聖ガブリエル学園から始まり、授業中キリン修先生にトワが当てられます。考えるトワの表情、笑み、それはもう殺生丸様の面影が隠しきれないくらい美しくて、クラスメイトもトワのことをトワ様って呼んだり尊く思ってるようでした。もちろん親衛隊ができていてキャー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 言われてます。注目してほしいのはトワがなんとセーラー服を着用してる点です。始まりからアニメとのギャップに射抜かれました。いい意味でとにかく目力がえぐいです。たまらんです。トワちゃんの魅力が引き出されすぎてて思わず推し変しそうになるんですけど、そんなトワちゃん、髪色や目力のせいもあり、前の学校では染めるように言われて、そのことに激怒したソータパパが転校させたようでした。この激怒するソータパパ、お座りと言ってなだめる萌えママ、ブレザー姿のトワ、まだまだ見どころ満載です。
義妹のメイはアニメの3倍くらいお姉ちゃんっ子で、生き生きしたキャラクターの魅力にどんどん引きつけられます。学校帰りメイと待ち合わせして下校途中のトワは他校の2人組の女生徒に声をかけられます。すると何かに気づいたトワ、その子たちに夜うちの神社に来るように誘います。顎食いしながらね、耳打ちみたいな感じでね、トワちゃんやってるんですよ。脳みそ溶けますよね。神社に向かったトワはじいちゃんの腰をマッサージしてあげながら、大ママからおばであるカゴメが戦国時代に嫁いだこと、自分がその世界からこの現代の世界に迷い込んできたことを再認識します。そのことは偶然ではなく、まだ戦国時代とのつながりがあると信じて。話は変わり、トワはじいちゃんに由緒正しき守り刀を貸してほしいと頼みます。そしてその夜、帰り道で声をかけた女の子たちがね、神社にやってきます。すっと声をかけるトワ。来てくれてよかった。姿を現したトワはアニメと同じ制服でダンスをしてて、いつもよりきらびやかで美しく、ソータもメイも大興奮。ソータは娘の活躍を逃すまいと必死です。一体何が起きるのか。女の子たちは訳がわかりません。トワの目的はお祓い。なんと女の子の一人はもののけで、彼女は取りつかれていたのでした。さっそうと対峙するとは、女の子は事情を知ると逃げ帰ってしまいます。ソータはカメラ映像を確認すると、映っていたのはトワだけで、もののけの方は映っていませんでした。ソータは思い出します。犬の兄ちゃんは半分妖怪だけど、ちゃんと見えたし、触れていた。また会いたい。と思ったその時です。ご神木から神社を大きく超えるサイズのムカデ女が出てきて、トワを狙って襲いかかってきます。本物の妖怪との戦いにワクワクするトワ。そのたぎる瞳に殺生丸様の血を感じます。しかし守り刀がぽっきり折れてしまい、ムカデに食われそうになったその瞬間、一本の矢がムカデの背中に命中し、ピンチを免れます。矢を放った先にいたのはなんとトワをいとこだと知っているモロハと、時代樹にトワが姉だと教えてもらったばかりのセツナが立っていました。あの子、私より目が怖い。こんな状況でも笑いを入れつつ進むストーリー。戦国時代とつながったことに気づくソータ。セツナはトワに刀をよこすと、トワは容器を刀に注ぎ、ムカデ女元いムカデ上郎へと切りかかります。しかし、素早く動き回られ避けられてしまい、ムカデの足に捕まえられ、トワはご神木の中へと連れて行かれます。時を超え、生まれ故郷に戻ってきたトワ。しぶといムカデがまた襲いかかろうとすると、セツナが戻ってきてムカデを退治してくれました。モロハはソータから引き止められ、トワへの荷物を預けられて少ししてから戻ってきました。そして3人が揃ったところで1話終了です。ただいま。全部読んできたで。めっちゃええ顔してるけど、どうやった？はっきり言って、アニメ声がしっかりくる感想やな。もちろんアニメもええけど、トントン拍子に進む物語、説明ばっかりじゃない分かりやすい構成、魅力的な作画に引き込まれていって、犬夜叉への愛情が伝わるシーンもかなりあったし、アニメと違う展開もたまらんなって思った。M はこっちの漫画の方を先に描いてもらってアニメ化してほしかったなーって印象やで。かなり高評価やね。なんでスピンオフって言うんやろ。普通に犬夜叉続編ってことでよくないって思うくらい個人的に好き。これからどうなってくんかめっちゃ楽しみやわ。2はいつ出るん？10月25日月曜日発売のサンデース12月号で読めるよ。またカラーで始まるらしいから楽しみやね。この話聞いて読んでみたくなったって方はぜひサンデース購入してみてください。10月22日金曜日頃には半夜の夜叉姫公式ガイドブック殺生丸犬夜叉家族試練定価2500円も発売されるそうです。2500円？なかなかのお値段やな。せやねん。グッズや本が出るのは嬉しいけど、カード代がマジで怖い。おバイトの貯蓄だけで半年乗り切ろうとしてるキャラ子の運命やいかに。急に
スンってなると怖い。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローもお待ちしてます。ヤシャ姫のイラストを動画に掲載したい方は概要欄をチェックやで。それじゃあ今回もご視聴ありがとうございました。バイビー。